皆さんこんにちは、フォトシンです。今回は久しぶりに現像の動画となります。超簡単に光を操り立体的に見せる方法ということで、ちょっとねツールを使って写真を立体的にね見せる方法というのをですね紹介したいと思います。普段私はですね今画面で開いているライトルームをですねメインで使っていて、だいたい8割9割ぐらいをですね、ライトルームで仕上げて、そして必要があれば、フォトショップに行ったり、ルミナネオでちょっと味付けをしたりとかね、そんな感じで運用しております。で、今回使うのはルミナネオの中にあるね、ある機能がね、めっちゃ便利だったので、それをね、ちょっと紹介したいなというふうにね、思っています。すでにルミナ使っている方であればね、知ってるかもしれないですし、使ったことない人はね、ぜひこの機会にね、使っていただければなというふうに思っています。で、例えばこういったシーンですね、山があって、山に光が当たってるシーンをね、撮ったものなんですが、手前が暗くて真ん中の光が当たってるところが、ちょっと明るく浮いている。そして後ろがあるというようなシーンで、少しこの山の光が当たってるところを強調して全体的にパキッと立体的に見せたい。そんな時にね、使えるツールになります。で、通常だと、普通にトーンカーブを使ってもね、こうやって全体的に明るいところを持ち上げて暗いところは引き締めてコントラストをねつけるなんて方法もねあったりしますし、あとはマスクを使って、円形のグラデーションとかですかね、例えば、いろんな方法があると思うんですけれども、こういうようなものを使ったりして自分で、こう光が当たってるところをね持ち上げたりとかね、トーンカーブを使ったりして少し持ち上げたりとかっていう風にして、強弱をつけていく方法もあると思います。ただね、もうちょっと直感的に簡単にできるのがですね、このルミナーネオの中にありますので、それをね、今日は紹介していきます。じゃあ早速ですね、ルミナーネオに行きたいんですが、私はプラグインで使うのがね、多いので、ここからプラグインとしてルミナーネオに飛んで、この写真をね、現像していきたいというふうに思っています。で、今回使うのはクリエイティブの中の光の深さっていうね、ものになるんですが、これめちゃくちゃ便利でしたね。何ができるかっていうところなんですが、実際にちょっとね、効果をかけてね、皆さんにね、理解をしていただきたいと思います。まずね、適用量っていうのをですね、マックスにちょっとしてみますと、なんか光の筋出てきましたね。はい。で、あとこの右下にこんな感じで画面があるんですが、なんか白くなってるものがあるんですが、これね、実は言うと、写真のね、中の深度によってマスクをね、当てて、そこの部分を持ち上げたりするっていうね、明るくしたりするっていう、そういったことができるようなものになっています。で、今適用量マックスにしているので効果が分かりやすいんですが、この状態でここのですね、カーソルというかにも合わせて上下動かしてみるとどうなるかというと、光がね当たってるところがねどんどんこう移動するんですね。上からまた下に来るとこんな感じです。深度なので手前から奥にかけて徐々に明るさがこう変わっていくのがわかると思います。で、この白くもわってなってるところが、この深度マッピングによってね表示されてるんですが、ここに今、マスクが、塗られてそこの部分の明るさが持ち上がってますよっていう状態になっています。で、これ面白いのが、それと同時にこれじゃない部分の、上と下ですね、この近いところと遠いところの明るさが落ちるというね、そういう感じになっています。なので結果的にこの光が当たっているところが持ち上がって浮いて出てくれるようになるというね、そこが全部ね自動でされてくれるので非常に便利ですね。通常だと空にマスクかけて、あとは前景にマスクかけて露出を落としたりとかっていう風にね、ビネットみたいな感じにするんですが、それを自動で同時にやってくれるのでね、かなり楽ですね。もちろんこれ適用量マックスだと明らかに不自然なので、ここはこうやってスライドをね下げていって、スライダーを左に下げていって、程よいところで止めてあげると比較的ナチュラルな感じに仕上がってくるという、前後比較するとこういう感じです。さらに、いろいろね調節ができるんですが、この下にソフトというのがねあるんですが、このスライダーを右に持っていくと、この深度マッピング見てもらうとじわーっと白い部分がねこうグレーになって広がってるんですが、この境界線のグラデーションを、少し調節できます。これだと割と境界線くっきりなんですが、じわーっとこう右にソフトをね上げてあげると、広がっていくので、少し境界線部分がね滲んだ感じでマイルドにマスクが塗られるような感じになるので、私はこういったシーンでは少し右側に置いとくのがベターかなというふうにね思っています。続いてこの下に暖かさっていうのがあるんですが、この指定されたこの部分の色温度をですね調節することができます。右側に振れば暖色、左側に振れば寒色という感じで色をですね乗せることができます。
これすごく便利ですね。例えば夕暮れ時の光だったらちょっと暖色が入っている方が自然に見えるかと思いますので、そこは実際に見た時どうだったかっていうのとね、照らし合わせてやってもらうといいかなというふうに思います。で、さらに下にはですね、詳細設定っていうのがあるんですが、このスライダー開くとね、またいろいろとできます。中見ていくとですね、近くの明るさと遠くの明るさっていうのがあるんですが、まずは近くの明るさっていうのは、この振動マッピングでね、指定されているところよりも手前の部分ですね、自分側のところが近くの明るさになります。そこを暗くするのか、またはもうちょっと明るくするのかっていうのを、調節することができます。先ほど言ったように自動でね、ちょっと暗くなっちゃうんですよね、デフォルトが。なので、もうちょっとやっぱ明るくしたいなっていう時であれば、右側に振ってあげると、もうちょっとこのシャドウ部の手前の前景のね、ディテールをね、見せることができるようになってきます。ここでね、できるのもめちゃくちゃ便利ですね。で、近くの温かみですね。これも左側に振ると、寒色、右側に振ると暖色。ただこういったシーンではね、暗部にあるところってちょっとブルーがかってる方がナチュラルなので、若干左側にブルーをね、乗せて、左側に振ってブルーを乗せる方がいいかなというふうに思います。続いて遠くの明るさは、今ね、光を強調した指定されている真ん中の部分よりも後ろの部分の、明るさをコントロールすることができます。左に振ると暗くなるし、右に振ると明るくなるという感じですね。ただここ明るくすると、せっかくこの真ん中にね、山に光が当たって綺麗なところがあるんですけれども、これよりも明るくしてしまうとね、やはりここが浮いてくれないので、ここはね、少し暗くしておく方がいいかなっていう感じですね。このぐらいです。はい。で、遠くの温かみも同様に、暖色になるか、寒色に振るかというところですが、すでに山に暖かい光が当たっているのに寒色を混ぜると不自然なので、ここは何もしないか、ちょっと暖色に振ったりとかね、その辺は、実際に見て、自分が綺麗だなとか、その時どうだったのかなっていう記憶に、従って調節してもらえばというふうに思います。こんな感じでね、深度によって、光をですね、強調してあげるよっていうことができるのが、この光の深さっていうツールになります。これをしながら、少しね、必要があれば、現像のところでトーンカーブをですね、調節したりとか、通常の、現像をですね、ツールで調節するっていうこともね、もちろんできます。そうするとね、ちょっと前後比較するとこんな感じからこんな感じですね。久しぶりに行ったらこんな感じからこんな感じです。はい。ちょっと別のね、例でやってみたいと思います。これは渓谷で撮影したもので、水流の上に息づくもみじの、緑のね、姿っていうところで、撮影をね、しました。で、かなりね、暗く撮ってるんですけれども、なぜかというと、この水流がね、白く飛びやすかったので、撮影時の段階ではね、暗くして白飛びしないように暗く撮っています。ただ、肉眼で見た時ってね、もっとこの緑がね、綺麗にね、明るく見えていたんですけれども、それをね、現像でね、引き出してあげよう。そんなことをですね、したいかなと思ってます。通常、ライトルームとかね、フォトショップでやるんであれば、例えばこのグリーンのね、緑を色域選択して、その部分を持ち上げたりとか、または HSL とかね、いうものを使ってやることもできるんですが、こういったシーンではね、この光の深さを使う方がね、よりシンプルに、できますので、ちょっとこれをね、使ってやっていきたいと思います。で、先ほどと同じように適用量をまず聞かせてあげて、この振動マッピングのところのスライダーをね、調節して、今回緑をもう少し持ち上げたい、明るくしたいので、そうなるようにね、調節をして、スライドをしていきます。ちょっと上から見ていくとね、この緑の葉っぱよりも下、奥にあるものはですね、水流なので、まずはこんな感じでね、上からやると水が明るくなっていますが、徐々にこう下にやっていくと手前にある緑に選択が、及んできて、こんな感じでですね、葉っぱが明るくなってきます。ただこれだとね、全部カバーされていないというのがですね、わかります。これは実際に写真というかこの画像を見てもわかりますし、振動マッピングを見るとね、白く塗られている範囲がちょっとこの辺りだけですよね。この辺がなんか暗くなっているのは、振動マッピングで見てもですね、白く塗られていないという状態になっているので、これをね、解消するために、ちょっとこの真ん中のところの上にあるこれですかね。これをちょっとぐっと上に引っ張ってあげると、この幅がね、広がっていきます。この振動マッピングの中でマスクが塗られる幅が広がっていきます。なので、これで必要なところに塗られているように、コントロールしてあげるといいかなという感じですね。これは下にもね、実はあるんですけども、同じですかね。連動しているので、どっちでも大丈夫です。こんな感じで振動マッピングを見ながら、またはこっちを見ながらっていう感じで完全にカバーされているかどうかっていうところを確認してやっていきます。あとはこのソフトを使って、この境界線のね、グラデーションを少しマイルドにするのかっていうところなんですが、あまりくっきりするとね、不自然に見える時があるので、これは
純粋にね、自然に見えるような感じでやってもらえばいいんですが、若干私はソフトを入れておきます。はい。続いて暖かさというところで色温度ですね。この葉っぱの色温度をどうするかというところなんですが、そんなに、動かす必要はないかなと思うので、今回は0でいきたいと思います。続いてこちら、詳細設定ですね。近くの明るさ、遠くの明るさ。今回、私から見てこの葉っぱっていうのは一番手前にある、被写体だったので、これよりも手前ってないんですよね、あんまり。なので、こんな感じで効果はね、反映されてきません。続いて遠くの明るさはこの葉っぱですかね、今選択されているところよりも後ろにある、ところが効果がかかってきますので、この水の部分のね、明るさが変わってきます。明るくするとこんな感じで水がこんな感じで明るくなりますし、暗くするとこういう風になって暗くなっていくという感じですね。若干暗めの方が、緑がね、生きてきますので、ここでは水はですね、控えめにしておこうと思います。で、遠くの温かみですね。この色温度は少し冷涼な感じにしたいので、渓流のね、ひんやりとした空気感っていうか、そういったところでちょっとブルーを乗せておこうかなというふうに思います。で、こうやって見るとね、かなり光がね、いっぱい当たってるんですが、ちょっとやりすぎな感じもね、実際とするんですね。これ前後比較してみると、明らかなんですけど、こんな感じでね、かなり変わります。なので、これはね、ちょっと自分が見た時と近いような感じに持っていけるように、これをね、削いでいくといいと思います。それをしながら少しまたこっちに戻って遠くの明るさをコントロールしたりとかして、最終的に調整をしていくという感じになります。このぐらいが自分が見た時の雰囲気だったので、こんな感じで最終形態にしようかなというふうに思います。基本的にはこんな感じで振動によって、明るさをね、コントロールしたり、またはちょっと色温度をコントロールしたりして、イメージに近づけていくってことがね、できるので、非常にね、こちらのケースでもやりやすい、そんなものになっているかなと思います。はい、ということで、今回は久しぶりの現像の動画となりましたが、ルミナーネオの光の傘というね、めちゃくちゃ便利なね、ツールのね、紹介になりました。本当にね、いろんなシーンで、いろんなね、ライティングの場面でね、使える機能だと思うので、ぜひですね、皆さんのね、持っている写真でね、試してみてください。本当にね、便利です。できる限り自然に見えるようにね、活用するっていうのがね、私は大事だというふうに思いますし、実際にない光をね、召喚するっていうのは私は基本的には、したくないことなので、実際にそこにある光をちょっと強調してあげて、他の部分を落としてあげる。そんな感じで強弱をつけて立体的に見せるっていう方法で使うとね、より綺麗に仕上がるというふうに思います。もしね、まだ使ったことがないという方はですね、こちらの機能を試してみて、いただければと思います。またね、詳細は概要欄の方にリンクがありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。